コウタです。タイです。今回は YouTube で稼ぐ前に知りたかった13のことというテーマでお送りいたします。イエーイ。なんと我々この度 YouTube を収益化することができました。イエーイ。嬉しいね。嬉しい、本当嬉しい。皆さんのおかげやね。本当これ見てくれてる方、登録してくれる方のおかげでありますんで、ありがとうございます。本当に。で、今日はそんな方々にいろいろ聞かれるんですね。どうやって YouTube 始めるのとか、普段どうしてるんですかっていうふうに聞かれることが多いので、じゃあこの収益化に向かってどうしたらいいのかっていうね、本当は始める前に知りたかったということを皆さんにお伝えしていきたいというふうに思います。はい、今回はですね、我々は収益化達成したということで、世界中 4biz というふうに名付けまして、これからもね、いくつかシリーズ化して出していく予定です。つまり 4biz なので、ビジネスマンとかビジネスに興味がある、稼ぎたい、そういった方たちにもお伝えできればなというシリーズを目指しております。イエーイ。で、今回ね、収益化ということをしたんですけど、これには広告を収益化するのに条件がありますよね。タイムさん覚えてますか？まず、総再生時間が4000時間。総再生時間。これ厳密に言うと1年間の365日の総再生時間が4000時間ということになりますので。プラス1000人の登録者数。そうですね。その通り。登録者が1000人あって、なおかつ365日以内の総再生時間が4000時間を超えると収益化がなるということです。で、ほとんどの方がこれを達成する前に挫折してしまうということで、非常に悲しいというふうに思ってます。ただ安心してください。これからお話しすることをしっかり実践に移してもらえれば、もう確実に4000時間、そして1000人は達成できるというふうに確信しておりますので、ぜひね、行動に移していただきたいなというふうに思っております。今だから言える。本当に今だから言えるということですね。まだほやほやだから。というわけで、13のことのうち、今回は4つのメリットですね。YouTube をあなたもやるべき4つのメリット。そして、稼ぐ YouTuber になるために、収益化のために必要な9つのマインドセットということをお伝えしていきたいと思います。YouTube をやるべきメリット、その1つ目は、はい、これは皆さんよくご存知、広告収入です。広告収入が得られるということで、1000人、そして4000時間を達成したら広告収入が得られる。これは本当ありがたいよね。ねえ、びっくりしたね。毎日、これだけ増えましたよと、再生数されたので、収益が増えましたよっていうことがデータで出てくるんですね。それは本当に嬉しい限りで、ありがたいなと思います。しかもですね、印象としては、あれ意外ともらえるなという印象。そうね。めちゃくちゃ悪いのイメージしてたから。そう。そうでもないかもっていう、私たちの最初の期待値が低かったから、そうですね。で最初の1日目ですね。1日目収益した時の、収益がなんと17円。17円。言っていいですか？言っていいんです。ここまでで言っていいでしょ。本当はね、言っちゃいけない。Google の収益を言っちゃいけないらしいんですけど、なので、ここまでとどめます。17円なんですけど、それがすごい嬉しくて、でそこからどんどん積み上がって増えているというような段階なので、これが非常に嬉しいです。なんか嬉しいよね、とにかく、なんだろう、本当にわずかでも、なんか、これからこの動画からこうやって広告出してもらえてるんやみたいな、なんかちょっとその嬉しさみたいなのあるよね。そうですね。というわけで1つ目が広告収入です。それでは YouTube をやるべきメリット、その2つ目は、それは蓄積性です。蓄積性、なるほど。これがめちゃくちゃでかい。どういうことかというと、どんどん動画を上げれば上げるほどそれが蓄積されていくんですね。確かに。でつまり一つの動画を見ていただけましたと、で結構気に入っていただけたら、結構他の動画、過去に上げた動画も見ていただける、ということなんですね。自分もそうやもんね。はい。この人いいなって思う動画あったらさ、むっちゃ遡ってさ、深掘りしてね。私もなんか永遠とさ、ずっとさ見てしまうもんね。タイミさんそうだよね。僕もそうです。でそれで今のなんかメンターはこの人なんだみたいな感じでね、よく報告しちゃったりしてますよね。注目の人物はみたいなね。私はサブカル系の方が結構そうね。とか陰謀論系ですね。陰謀論系、なんかにゃんことか、あと
ホラー系とか事件ものですね。未解決系ですね。ああいうの見ながら今のからなんてほらあれ最新のやつから並べ替えできるやん。それでそこからずっと遡って見ていくっていうことをするね。そういうこともできますし、おすすめにいろんな人のおすすめに例えば3年前5年前のものが載ったりするんですね。そうやんな。それってすごいよな。そうなんかだから我々は挫折組なんでね、一回挫折してるんですけど、でまた復活して始めたら5年前上げた動画がまた収益化されてこれ積み上がってくるということで、ありがたいよな。でこれからねもう上げれば上げるほどどんどん積み上がってくるので、ファンも増えてくるし、再生数も増えて収益も増えていくということですごく嬉しいなと。資産になっていくっていうのがいいよね。他の SNS やったらさ、文章流れちゃったりとかしてさ、もう一回使うとかってなかなかね、できへんかったりとか、遡ってわざわざ見に来る人っていないと思うけどさ、YouTube に関してはそこがまた違うところやよね。でさらにもう SNS だったらやっぱりフォロワーさんというかつながってる人のみに拡散されるケースが多いんですけど、この YouTube は全く知らない人の全国各地世界各地の方々に届けられる可能性が大いにあるということで、本当ありがたいなというふうに思いますよね。台湾動画なんかさ、台湾の人いっぱい見てくれてさ、コメントもねたくさんしてくれたりコメントしてくれてめっちゃ感動したもんな。ありがたいですね。みたいな、海外の人が見てくれるみたいな、そういう感動もあるよね。というわけでメリットの2つ目は蓄積性ということになります。では YouTube をやるべきメリット、その3つ目はお金をもらいながら宣伝ができるということなんです。これは革命的ですよね。確かに普通宣伝するって言ったらお金がかかるものなんですね。であるいは SNS のように毎日すごい頑張って投稿するみたいなのでなんとかバズったりとかして宣伝ができるということなんですけど、YouTube はもうお金を収益という形でもらいながら、なおかつ世界各地の人が見てくれてファンになってくれて、場合によってはビジネスが進んでいくということで、我々もこんなにまだね再生数人数少ないですが、見たよって形でなんかお問い合わせがあったりして、あるいはメルマガ登録あったりして、いろんな方がビジネスにねつなげてくれているということで、本当にこれはありがたいなと。お金をもらいながらしかも蓄積性があってなおかつ宣伝ができる。すごいね。近年の特徴なんですけど、例えば名刺交換しましたって言ったら、その会社が後ほどね検索されたりとか、後ほどあなた自身の名前で検索されたりとかいうことが起こり得て、その時にこういった動画情報があると、これを見てくれて、こういう人なんだとか、こういうことやってるんだっていう形でより深くファンになってくれる可能性が高まるということで、我々のように海外で引きこもっている人間にはね、いろいろこう参加してなんか自分を宣伝して売り込んでというのが、苦手なタイプな人は非常におすすめかなというふうに思います。インドア派に向いてるかもね。ということで3つ目は無料で宣伝ができる、お金をもらいながら宣伝ができるということです。本当すごいね。ありがとうYouTube さん。ありがとうございます。本当にはい。じゃあ YouTube をやるべきメリット、その4つ目はこれはビジネス戦闘力が大幅にアップする間違いないということです。これすごいもんな。そうこれね YouTube は確かに大変な面があります。大変な面がありますが、ビジネスで必要なあらゆる側面をブラッシュアップ、能力をつけることができるということです。言えてる。例えばどんなものがあるかというとですね、コピーライティングの力。そうやな。ライティングめちゃくちゃ重要やもんな。ライティングめちゃくちゃ重要。特にサムネタイトルで重要であると。でさらにスピーチ力。あるいはストーリーテリングの力、どういったストーリーを話すと人々が感動していただけるのかっていうストーリーテリング。スピーチもさ、なんかさ、その人の個性でさいけるから、なんやろうな、世に言うスピーチ力だけじゃなくて、なんかキャラクター力みたいな、そういうところあるよね。まさに今話したかったことなんだけど、ファン獲得の力というのができるようになります。でこれが非常に極めて現代では重要だとされていて、人々はもう何かクオリティとかではなく、クオリティはどこも高いのは当たり前なので、そうではなく人柄だったりその会社だったり人のイメージで商品を選ぶ傾向にあるということで、いかに自分の人柄をこう知ってもらってファンになっていただくかということが非常に重要なテーマなので、それをこの YouTube で身につけることができるということで非常におすすめかなと思います。で同じように人に好かれる能力、これはこの方が大得意なものなんですけどとにかく人に好かれる能力を身につけたりすることが
できるということなので、それもおすすめです。そうですね。でさらに、後ほど話しますけど、大事なことは継続力が大事だったりするので、継続力を身につけることもできると。これはすごいビジネスで一番大事かもしれないですね。短力を鍛えるっていう、なんていうの、ほんまに毎日のコツコツしかないやん。その通りですね。もうビジネスってそうやからさ。でしかもそれが積み上がっていくということが大事で、SNS だったら過去のね、5年前のところでなかなか見られないと思いますけど、YouTube だったら大いにあり得るということなので、それがいいなというふうに思います。でさらにこれはビジネス的な話になりますけど、データマーケティングの力が身につくと。そうやな、これほんまにすごいよな。YouTube さんありがとうやんな。もうやっていただければ分かると思うんです。アナリティクスというのがあって、そこであらゆるデータが出ている。どんな人が見ているのか、あるいはどれぐらい見ているのか、どれぐらいクリック率があるのか、どういう経緯できたのか、あるいは検索なのか、普通におすすめに載ったからしたのか、もう全て教えてくれるので、それによってじゃあどうやったところを改善していこう、クリック率が悪いならサムネを改善するのか、タイトルを改善するのか、あるいは維持率が悪いならスピーチ力を改善するのか、ストーリー構成を考えていくのかということを教えてくれるので、このデータマーケティングの力が身につくよということです。すごいよね、数値のさ、分析の細かさっていうかさ、あれだけ全部出してくれて、どうぞ頑張っていいの作ってくださいみたいなさ、めちゃくちゃありがたい。なんかすごい優しさを感じるというか。Google さんありがとうございます。すごいねあれ。そう。でさらに、今の話で言うと Google への理解、YouTube への理解が深まるということです。でこれは現代ビジネス、これも極めて大事な要素で、多くの方がもう Google サービス使いまくってますよね。検索もそうだし、YouTube もそうだし、あるいは Google マップといったそうだし、私で言ったら Google Keep というのも使っています。そういったことを使いこなせるようになる。どういった検索ワードにしたら、どういった表現にしたら Google さんに気に入られ、それが上位に行くのかということが学べるようになると。最近いろいろ変わってるからね、SEO とかもどんどん変わっていったりとかするからさ、でなんか全体の傾向性みたいなのも分かってくるよね。そうね、ほんと今の話で言うと、市場の理解力、つまりマーケットがどういうふうに動いているのか、どういったものにニーズがあるのか、お客様、視聴者がどんなことを望んでいるのかということを理解する一つの大きな助けになる。コメントが来たりね、あるいはメッセージが直接来ていただいたりね、だからぜひこれメッセージあるいはコメントしてください。そうするとね、私がどんなものが欲しがっているのかとかね、ぜひしていただきたいと思います。でさらにデザイン力、サムネとかね、こういう映像もそうですね、デザインの力とか。あるいは、編集力、これは結構大変ですけど後ほど解説します。編集力、そして動画マーケティングの力、あるいは人間心理というのも理解することができる。こういったものが気に入られるんだ、こういったものが逆にいろんなディスられるんだみたいなね、ことが分かるようになるので、それも人間の心理、そしてセールスの力ですね。セールスで私が学んだことといえば、まず商品を売る前に自分を売り込むことと、自分を気に入っていただくこと、自分を信頼していただくこと、そのためにはこういった動画というのを使ってそれを養成することができるということで、非常におすすめかなというふうに思います。圧倒的情報量だからね、動画は。なんか普通に文章を見るとか、なんか写真で見るとか、そんなだけじゃないものがいっぱい伝わってくるから、すごいいいよね。ということで、実際に大変ではあります。大変ではありますが、たゆみさんも僕を見ていただいた通り、この数ヶ月間で、このビジネス戦闘力のアップ具合、これ半端じゃないというふうに自分でもね、感じるし、多分他の人から見てもそれ上がってるなということで、今ね、ビジネスを再開したところですけど、結構順調に来ているというふうに思います。というわけで、4つ目は、ビジネス戦闘力が短期間でアップすると。めちゃくちゃアップしてるよね。めちゃくちゃアップしてるね。ということで、やっていただきたいなというふうに思います。チャンネル登録お願いします。それでは続いては YouTube で稼ぐための9つのマインドセットというのをお伝えしたいと思います。9つもあるんですか？そうなんです。でマインドセットっていうのは実は一瞬で身につくものじゃないんですね。そうやな。これは実は何回も何回も自分の中にインストールすることによってそのマインドが徐々にできるということなので、ぜひこの動画だけでも何回も見ていただいて、自分の中にインストールしていただきたいというふうに思います。というわけで YouTube で稼ぐための9つのマインド、1つ目。はい、1つ目は継続が大事ということです。これはね、私たち苦手な分野であります。あなた得意よ。得意だけど私は苦手。もう YouTube も何度も挫折してるんですね、実はね。挫折してようやっとこの数ヶ月でやる気になって継続ができてということで、継続が大事なんですよ。だからこれはですね、もう自分のペースで結構です。その代わりそれを守っていただきたい。つまりですね、YouTube というと大体こう見習えとか言うとですね、
トップ YouTuber 見習えって話になりますが、そうすると毎日結構苦しくなる。毎日投稿そう、してるもんトップ YouTuber を見ると偉いよな毎日投稿してる。特に初期のうち、うん最初の1年間は全然お金もなかったけども毎日投稿して頑張って、成功したんだ。それはいいんですけど、素晴らしいですけど、それは同じことできますかっていうとなかなか厳しいですよね。多くの私も含めて一般の人たちは。ということで、じゃあ週に1本と決めたら1本を必ず上げるということを守っていただいて、余裕が出てきたら2本にすればいいし、余裕が出てきたら3本にすればいいしという形にすればいいかなというふうに思います。で、我々も最初は週に1本で始めました。で、それから今は、月に6本ぐらい、週に1本プラス、各週で2本かという形でさせていただいて、月に6本ぐらい上げさせてもらってる。なんとか良くなってきたんで、上げることができるようになってくる。だからペースをつかむまでは、もうスモールステップで、なるべく自分にね、負荷をかけない形でやっていただきたいなというふうに思います。だから、とにかくね、YouTube というのは疲れないことが一番大事と。いうことなね。挫折するさ原因頑張りすぎやそもんな。う、気合を入れすぎる。もう編集もこれだけ完璧にやって毎日上げて頑張るんだ頑張るんだ頑張るんだ燃え尽きるみたいな、いうケースがほとんどなので、ぜひとも自分のペースを守るということをやっていただきたいなというふうに思います。ある意味だからさ、そのクオリティよりも継続の方が大事ってこと、継続の方が大事、まさにタイムさん素晴らしい。台本見てないんですけど台本通り進行してくれる。本当ですか。というわけで2つ目をねこの流れでいきたいと思います。YouTube で稼ぐための、マインドセット。2つ目それがクオリティを上げるなっていうことなんです。でもトップ YouTube を見るとめちゃくちゃねクオリティ高い、編集もすごいし、なんか長尺でなんか映画のようになってるじゃないかっていうかもしれません。それは確かにそれができたらベストですよ。でもさっき言った続けるという前提で本当にこれを毎日毎日できるのかっていうふうに考えていただきたいんです。それはほぼほぼ不可能。お金もないし、大体トップ YouTuber は予算を組んで、外注して、いろんなことを外注して自分は出ればいいだけみたいな形にしているので、できますが、それはなかなか難しい。そこに至るまでな。その人たちの初期の動画を見てもらうと、もうヒカキンさんに見てもヒカルさんに見ても本当にすごいもう10年以上前の動画を見てもらえると、あれこのクオリティでいいんだっていうようなことが見えると思います。というわけで、クオリティにこだわりすぎず、本当にコツコツと上げるということが大事です。そうやな。で、さらに言うと、クオリティ高い動画がバズるとは限らないっていうことです。そうやな。だってさ、クオリティ高い動画なんてテレビでやってるわけやん。そうで、今やったらさ、アマプラやさ、ネフリとかにあって、最高のクオリティがそこにあるわけで、我々が視聴者として見たいのは、意外とね、普通の人の普通の日常がバズるみたいなケースがあったりとか、そこで見れないものを見たいわけやから、なんか、そこがいいんだよね。そうだから始めるのも全然 iPhone とかスマホ1台で構いませんし、今だってね、今もスマホで撮ってますし、もうそんな感じで始めていただいて、とにかく上げ続けて少しずつブラッシュアップする、少しずつクオリティを上げていくということをお勧めいたしますということです。では YouTube で稼ぐためのマインドセット3つ目。はい、実力5割、運が5割という話です。これはですね、やってみると分かるんですが、何がバズるか何が再生回るのかは全く予想ができません。ほんまそうやんな、これいけるやんって思ったけど全然とかことあるもんな。あと最初は良かったけどいきなりダメだったとか、あるいは最初全然だったのにどんどん上がってきてるぞというのもあったりとかして、これはアルゴリズムによって、我々が知り得ないことがたくさんあって、あるいはもちろん視聴者の方々が何を望んでいるのか知り得ないことがたくさんあって、で先のクオリティの話で、こんなダメなというか、適当に撮った動画でもすごいバズったりするケースがたくさんありますので、何がバズるかわからない。つまり大事なことは一つのことで一喜一憂しないということです。こんなに時間かけてこんなにやってこんなリサーチもしっかりしてやったのにバズらなかったというケースは大いにあります。そうやな。いちいちショック受けてたらもうさ、YouTube とかさ、どの SNS もそうやけどさ、やってられへんよな。だから反応ないとかそんなことでいちいちさショック受けてたら。だから淡々と上げ続ける。で
なおかつ先ほどのお話したアナリティクスを使って毎回少しずつ改善していく、例えばクリック率とかがあったらクリック率が悪かったんだったらじゃあどうやって上げるかっていうのを改善してみたりとか、総再生時間が悪いのであればどうやって維持率を高めていくかっていうのをしっかり分析してちょっとやっている。でそれがうまくいくとは限らないのでまたどんどん改善を続けていくということをすれば必ずバズる日が来るということをお伝えしたいなというふうに思います。以上 YouTube で稼ぐためのマインドセット9つの3つ目でした。はい。では YouTube で稼ぐためのマインドセット9つのマインドセット4つ目。はい、それは自分で考えるなということです。そうやな。はい。よくね、どうしたらいいんだって自分だけで考えてしまったりする方が多いんですが、考える必要はありません。もう人気企画、人気の、出し方というのはほぼ全て YouTube の中にもう存在しているということなんです。ですから再生が回っているものを見てなんでこの再生は回っているのか、どういうストーリー仕立てなのか、どういうサムネを使っているのか、どういうタイトルを使っているのかということをつぶさに見ていくとある法則が見出せたりします。それはいろんなジャンルによって違います。ビジネス系だったらこう、あるいは旅行系だったらこう、どういった企画がバズりやすいのか、ということを、ある程度ね理解することができるということで、もうたくさんのヒット YouTube をもう参考にしていただきたいんですね。つまりあなたが無料で YouTube を見るために勉強ができるということで、つまり自分がねクリックした動画ってあるじゃないですか。なぜクリックしたのかなとか、なぜこれは、回ってんのかなとかいう形で、あるいは場合によってはサムネがすごいからだとか、逆に内容がいいからだとかっていうことが分かると思うので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、これがマインドセットの4つ目という話です。YouTube で稼ぐための9つのマインドセット5つ目。それはカリスマ YouTuber を参考にするな。それは大事という結構衝撃的な話ですそれ大事。しかも最近のやつあかんそう多くの人が最近のカリスマの YouTuber を参考にしすぎちゃうんですね。これは全くするなということではなくてしすぎるなっていうことなんです。なぜかというと彼らにはもうすでに場合によっては何十万何百万の固定のファンがいるわけです。ですから普通だったら回らないような企画でも、あるいはストーリー展開だとしてもその人が登場するだけでクリックしてしまうというファンがたくさんいるわけです。ただ我々のようにほとんど知名度がない人が同じことをやってもバズらないというケースはたくさんあります。確かに。というわけで、このじゃあどうやって判断するんですかちょっとだけね今日はマインドセット編なんですけどノウハウ編をお話しすると、それは登録者数が意外と少ないのにすごいバズっている動画を見るということなんです。例えば登録者数が1万人しかいないのに再生数が50万回回っているというような動画があったりします。それはもう動画自体がめちゃくちゃいいってことですね。そう、動画自体がいいのかもしくはサムネタイトルが非常にいいのか。ある動画で、登録者数が300しかないのに1万回以上回っていたものがあったんですね。300で？そうこれはですね圧倒的にサムネの力。なぜならば1万回回ってたら普通はねその動画からもう何百も、登録者が増えるはずなんですね。でもそういう人がまだ300ということは動画の力はなかったけれどもサムネやタイトルが非常に良かったと。思わずしちゃったということで再生が回ったというケースがありますので、どこが良かったのかというのを登録者よりはるかに回っている動画から学ぶということがおすすめです。なるほど、いいですね。というわけで、必要なマインドセットの5つ目でした。はい。では YouTube で稼ぐための9つのマインドセット6つ目はそれはサムネイルとタイトルが命ということです。これはね、もちろんみんな言ってるもんね。そうもちろん中身が大事なんですよ。最終的には、どんな動画を作るか大事なんですけど、もう知られなかったらあるいはクリックされなかったらないのと一緒、というふうに考えていただきたいんです。そうやな。思わずクリックしてしまう。レストランであれば思わずこの店構えいいなと入ってしまうというようなぐらいのこの、外面ですね、が必要。そのためにはこのサムネイルとタイトル、ここにめちゃくちゃ力を入れていただきたいというふうに思います。確かにそれだけでだいぶ違うもんね。そうで、せっかくいいの作ってもさ、我々もここに対して本当に日々研究を重ねているので、それもまたねおいおいお話ししていこうと思いますが、とにかくこれで言いたいことはもう軽視してはいけないと。サムネイル、タイトル、とにかく大事だよということをお伝えしていきたいと思います。はい。というわけでこれが5つ目でした。6つ目でした。6つ目でした。はい。
では YouTube で稼ぐためのマインドセット、9つのマインドセット7つ目それは YouTube さん Google さんに気に入られましょうということなんですまあね、はい、だって提供してくれてるわけですよ、場所を。そう場所を提供してるし彼らも当然ビジネスやってるわけですから彼らが一番喜ぶような行動をするとおすすめに載せてくれるし、いろんな人の、ところに再生が回るようにサポートしてくれる、ということなので我々は YouTube さん Google さんを理解をして、その通りに行動していくということですね。じゃあ彼らの YouTube さん Google さんのニーズは何かというと、いかに YouTube それ自体に滞留していただけるか、長く時間を見ていただけるか、ということですね。テレビではなく Netflix でもなく Amazon プライムではなく YouTube を見ていただけるか、そういった人たちを増やすクリエイターが優遇されると、いうことなので、ぜひともどうしたらそれをできるのかというのを考えながら投稿していただきたい。そうやな。はい。つまり登録者とか再生数もちろん大事な側面はあるんですが、それ以上に大事なのが総再生時間なんです。どれだけ総再生時間が長いか、そうすることによって Google さんはこのクリエイターは視聴者をたくさん Google さんに YouTube さんに押しとどめてくれた人だなというふうに理解をして、たくさん広告がね、見させてくれた、人なんだな、クリエイターだなっていうふうに分かってくれて、よりおすすめに載せてくれるということなので、この総再生時間を重視する、でそのためにどうすればいいかっていうと、長くする、動画を長尺化するということが一つ鍵になってくるなっていうふうに感じます。最近なんかさ、めっちゃショート流行ってるけど、TikTok とかそういうところから今度なんかそれが逆に振り切って長尺が流行りだしてるというか、そっちの傾向にあるよね。だから流行りだしているし、YouTube さんがそれをまさに望んでいる。そうやな。ということですね。そういったものがおすすめに出やすいという傾向があるので、ぜひとも長めの動画を作るということをお勧めいたします。その意味で気合を入れすぎるとまた疲れちゃうので、今回もね、いろいろ噛んだりとか、あるいは言い方が間違ってたりするんですけども、それよりも、投稿することが大事だということでやっていただければというふうに思います。それでは YouTube で稼ぐための9つの心得、その8個 ?8 個目もう分からんくなってきてるで。編集がめちゃくちゃ大変です。そうやんな。ここで私も含めて、過去の私も含めて多くの人が挫折をします。間違いない。だから先ほどお話しした通り、編集には気合を入れない、ということが一つ大きく大事です。本当にこんな編集でいいのっていうのがすごく回ってるケースもありますので、特に初期のうちは編集に気合を入れない。で、どんどんもちろんクオリティを やればいいんですが、自分一人ではできないよっていう方はパートナーとね、やることもね、一つありかなと思います。もちろんそれはお金を使ったりとか、あるいはすごいみんな頑張るんで、儲かったら一緒にシェアしようよというような形でもできます。というわけで我々はですね、まさにパートナー型として木本陽介さんというカリスマ YouTube プロデューサーの方と一緒にやって編集をしていただいています。ありがたいよね。というわけでここではまさにその木本陽介さんにこの、動画にご出演いただいて、ぜひとも自己紹介と1個だけなぜ、この編集がうまくいくのか、どういうことを1個だけ伝えたらうまくいくのかということをね、お伝えいただければと思います。それでは木本さんどうぞ。カリスマ YouTube プロデューサーの木本と申します。お願いします。編集のポイント一つお伝えするとすればですね、減点方式で編集を進めてくださいということです。これ何かというとですね、初めて編集を YouTube でやる方もそうですし、もともと編集をやっている方もそうなんですけど、ある程度 YouTube をどんどんやっていくと、もう編集をするこのもっとこだわりたいって欲がどうしても出てしまうんですよ。見てる人喜ばせたいというふうに思うんですけど、先ほどお伝えしたように、こんな編集でも受けるのっていう風な動画って YouTube にいっぱい転がってるんですね。なので、こう一つ編集をするときに、これもうちょっとこだわり捨ててみないかっていう風なことをですね、自分に問うてほしいんですね。例えばテロップもうちょっと減らしていいんじゃないかとか、音楽もうこの音楽だけでワンパターンでもいい、この音楽だけでいこうっていう風にこだわりを捨ててください。でやっぱりこのどんどんこだわっていくと、その分ですね、
この編集の時間がどんどん増えていくんですよ。でこの編集の時間が長くなると自分自身にとって負担が増えるんですよ。そうするとこの長く続けることが大事なのにモチベーションがどんどん下がっていくんですね。なのでいかに楽に長く続けるかということでどんどんこだわりを捨てていってください。僕テレビで、編集をしてた時あったんですけども、もうワンカット4秒までとかいうふうに、すごいこだわり持ってやってたんですね。なんですけど今ワンカット30秒とか1分とか5分とか当たり前なんですよ。それでも見てくれるんですね。なのでこだわりを捨ててで動画をどんどん公開していってください。である程度公開するとですね、グラフで YouTube の視聴者さんがどのタイミングで動画を閉じたか、どこに注目しているかっていうのがグラフで分かるんですよ。でその時にじゃあこのポイントでテロップをもうちょっと入れた方がいいかもとか、ここは全然こだわらなくても見てくれるんだっていうふうななんとなくのですねこのパターンが分かってくるんですよ。でそのパターンをあなたの YouTube チャンネルの型としてもう決めて、でなるべく時間をかけずに編集をすると。でもし YouTube で収益が上がって外注できるぐらいの予算がもし組めるとするならば、そこでどんどんこだわりを持っていくっていう風な、絵のクオリティをどんどん上げていくっていう風にシフトすると、気軽に長く続けられると思いますので、その型を作ってもらえると良いかと思います。以上です。お返しします。 YouTube で稼ぐための9つの心得のラスト、9つ目、9つ目はいつかは必ずバズるということです。先ほど言いました運が5割実力が5割と言いましたけど、そのうちやってるうちにどっかのタイミングで理由はわからない場合もあるけれども結構バズったりする場合があります。ですからもう今のね、これもしかしたら苦労してるんだとかなかなかバズらないんだっていう方もいるかもしれませんが、必ずバズります。でこういう動画を見て YouTube のノウハウの動画を見てみるとですね、大体の方がすごい短期間で成功されて自慢しているわけなんです。3ヶ月でこんな行きましたとか、半年間本気でやったら10万に行きましたっていう方もいます。それはすごいですよ、確かに。でもほとんどの方はそうではなく、ある程度の期間得て、成功されている、回っている方がほとんどですよね。でそういった時に大事なのがまさに淡々としていつかはバズるんだっていう信念のもとちょっとずつの毎回改善を加えていくということをすると、必ずバズるということが確信を持っていますので、ぜひね、やっていただきたいと思います。何本かに1回ね来るからね。何本かに1回何十本に1回わからないですけども、何十本に1回か来るよね。突然なんか伸びたみたいな。我々の回っている、沖縄移住のデメリットっていう今の段階で8万5000回ぐらい回っている動画がありますが、全くバズるなんて予期せず、しかも見てもらえれば撮影も適当にやっていて自己語りでやっていたのに非常にバズったとなんかね、いうことが台湾のもね突然ね一気に台湾人の方が1万回ぐらい回ってますんで、ぜひそういった動画が必ず現れるということで、もう淡々と続けていただきたいなというふうに思います。私はもっともっとねこれを見ている方々に YouTuber 仲間として一緒に伝えていってほしいんですね。というのも、こういった動画を見ているときに私も視聴者側としてそうですが、本当に人生が変わる方がたくさんいるんですよ。この動画を見て例えば海外に移住したいっていうふうに思ってくださる方もいれば、あるいはダナンとかね、すごいとこなんだ、ね、ベトナムのダナンっていいとこなんだとか、あるいはバリ島ってこういうチャングってところがあるんだっていうふうにね、理解して、じゃあ次はこう行ってみようとかね、実際にもう我々にね会いに来てくれた方ももう何人もいると。いうことで、ビジネスとあとは仲間という意味でも本当にこの YouTube というのは素晴らしい仕組みだなというふうに思っておりますのでぜひあなたと一緒にこの YouTuber 仲間として活躍していきたいなというふうに思っております。まだまだ我々本当にほやほや、収益益がほやほやなんで、収益がほやほやの今の段階で言えることを今日はお伝えしました。だからちょっとあとちょっとで収益化やけど心折れそうっていう人のなんか励みになるといいなってとかね、全く始めたことないけれどもそうか今でも遅くないのかなと思ってくれるあなたにももう絶対やっていただきたいと。まだ全然遅くないよね。全然遅くないこの感じ。なのでぜひぜひ一緒にやりましょうということと、見てくれてる人いつもありがとうございます感謝しております。まだの方はねぜひチャンネル登録や、高評価、そしてコメントなんかをいただけたらというふうに思っております。嬉しいです。
というわけで以上、本日は初心者必見 YouTube で稼ぐ前に知りたかった13のことをお伝えをいたしました。イエーイ。ぜひあなたの参考になれば嬉しいです。はい。というわけでまた世界中でお会いしましょう。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.